はいどうも、フルートの有田です。今回はフルートの棒吹きを回避する方法についてお話ししていきたいと思います。どうぞ最後まで見てってね。はい、ということで今回はフルートの棒吹きを回避する方法についてお話ししていきたいんですけれども、棒吹きってどんなの？ちょっとね、これはね、吹いてみた方が分かりやすいと思うので、まず最初に実演したいと思います。っていうような演奏なんですけれども、いかがでしょうか？見事にね、すぐ吹いてて、あまりね、そのふるさとの曲なんですけれども、表情がついてるように聞こえませんよね。意外とこういう演奏になってしまって悩んでる方多いと思います。あるいはね、吹奏楽とか部活とかの指導でも、なんでこの子まっすぐにしか吹けないんだろうっていう風にね、悩んでおられる指導者の方もいらっしゃると思うんですけれども、今回は、そうなってしまうのを防ぐ方法、回避方法っていうのを、お教えしたいと思います。さあ、そもそもなんで棒吹きになってしまうかということなんですけれども、それはフルートのメロディー、フレーズを吹いてる時に同じ息の強さでずーっとまっすぐ吹いてしまうっていうのが原因なんですね。だから先ほどふるさとを吹いたんですけれども、ふるさとってタタティタティタティタタタっていう風にそのメロディーがね、どんどんこうやって変わって音の高さとか上に行きますよね。それに限らずいろんな曲ってこうやって上下したりすると思うんですけれども、それに対してフルートを吹いてる奏者が息をまっすぐ入れてしまうと、それはもう当然棒吹きになってしまうんですよね。これはなんかその人の喋り方とか歌とかでもそうなんですけれども、じゃあちょっとね、今実演で棒吹きに近いなんか大根役者あるいは棒みたいなセリフの話し方してみましょうか。すごいね、これ不自然だと思いますよ。こんにちは、私はフルート有田です。今回よろしくお願いしますね。すごいなんか不自然だし、すごい棒なセリフの読み方ですよね。これがフルートでも起こってしまっている。それが棒吹きの原因なんですね。なので、このまっすぐ吹いてしまうっていうのを防ぐことができれば、この棒吹きっていうのは回避することができます。なので、これからね、棒吹きの回避方法について学んでいきましょう。さあ、そのフルートの棒吹きを回避する方法なんですけれどもね、これ意外と簡単に解決できます。まっすぐ吹くのがその棒吹きの原因だったっていうことであれば、まっすぐ吹かなきゃいいんです。じゃあまっすぐ吹かないでどう吹けばいいのかっていうと、さっきふるさとのメロディーがパーピーピーパーピーパ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 ーっていう風に言いましたよね。この通り、この曲線に合わせてフルートの息をね、出してあげればいいんです。さっきはまっすぐ吹いてしまうから棒吹きになるって言ったんですけれども、今度はそのメロディーに合わせた息の入れ方をしてあげるといいということになります。ちょっとね、今実演をしてみましょう。いかがでしたでしょうか？さっきはね、棒吹きだったふるさとがとても表情豊かにレガートに、棒吹きではなくこういうね、ふるさとのメロディーに沿った進行っていうのをしてたと思うんですけれども、これはフルートを吹くときに息をまっすぐ入れるのではなくて、メロディーの高さに合わせた息を調整してあげる。もっと具体的に言うと、一番フレーズの最初、盛り上がってね、あるいは音の低いところでは息のスピードとかテンションとかを抑えめにして、音が盛り上がっていったよっていう時には息のテンション、スピード、圧力っていうのを上げていってあげる。
っていうようなことをすると棒吹きを回避してとても歌っているように聞こえるという吹き方ができるんですね。このことから多分もう分かっている人もいると思うんですけれども、音楽っていうのは大抵音の高さの違うね音符が並んでこうやって構成されていますよね。それに合わせてフルートもまっすぐ吹くんじゃなくて、音の高さに合わせてその息を少しずつ変化させてあげるっていう風に吹くと、とても棒吹きにならずにフレーズ感を出してとても表情豊かに歌うことができるんです。なので今回のねこの棒吹きを回避する方法、まっすぐ吹かずに曲の高さに合わせて、あるいは曲のテンションに合わせてフルートに入れる息を変化させてあげるっていう吹き方が今回の棒吹きの回避方法になります。ぜひ試してみてくださいね。さあ今回はフルートの棒吹きの回避法についてお話ししてきました。いかがでしたでしょうか。言われてみればね、結構そんな簡単なことなんだっていうふうに思われるかもしれないんですけれども、意外とねこれに気づかずというか、あまり自覚できずにまっすぐ息を入れてしまっている方とかっていうのはね多いと思いますので、是非今回の動画を参考にして棒吹きを回避して、表情豊かに歌えるようになってみましょう。今回の動画がいいなっていうふうに思われた方は是非グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。またね。